1枚ずつ積み上げていって、はい、どうもこんにちは。今日このアデレードの靴やっていきます。前回コバを仕上げてハーフラバーを貼り付けまして、今回は久しぶりに積み上げをやりますね。積み上げ、かかとのこれですね、このヒールの高さ、これを革を積み上げていって、これね、形を作っていきたいと思います。前回はこんな風にコバを振ってハーフラバーを貼るとこまでやってますね。で、ここの部分ちょっとやすってあるんですけど、これが積み上げの革です。5ミリぐらいの厚さの革、こういう形に切ってあって、このかかとの部分に、ね、順番にこう1枚ずつですよ。地味ですよ。1枚ずつ積み上げていって、こうヒールのね形状を作っていくという感じです。それで今かかとこんな感じになってるんですよね。ここにこの今の積み上げを乗せると全然くっつかないですよね。かかとのソールの部分がかなり丸みがあるんで、この後くっつかないということで、まず1枚目はこういう細い皮、こういう切れ目入れてあるんですけど、これを断面が三角形になってます。これをこうやって巻きつけることでこんな感じにしてね、この丸みをね少し軽減していきます。糊を塗ります。これ鉢巻きって言うんですけど、ここにねくっつけようと思ってもこういう風にこう立ってきちゃって、当たり前ですよね。なんで水で濡らします。これである程度柔らかくなるので、これで貼り付けていきます。はい、こんな感じでしっかり平らにね皮が曲がってくれて貼り付きました。今このくっつけた鉢巻きと本底と見えないですけど中底、これをね一気に固定するためにまずね穴開けます。でこの開けた穴にこのペース、木釘ですね、これをこんな感じに固定しました。でこの鉢巻きのおかげで多少丸みは軽減されたんですけど、まだね丸いので、この丸い飛び出ている部分削っていきます。はい、とりあえずこんな感じ、大体ですね、大体この辺かなり平らです。で横から見るとこの辺が平らなのに対して、ここはねやっぱり中央がまだこの辺が盛り上がってるのが分かりますよね。こういう盛り上がりはこうやってね積み上げていって、だんだん調整して平らにしていきます。じゃあ次はね積み上げに入っていきます。今回の動画はねこれだけです積み上げという名の通り、この皮をこのかかとに積み上げていくっていう、ただそれだけなんですよね。糊を塗りました。積み上げがこう飛び出している部分をねカットしておきます。でまだ丸みがあるんで、これをね包丁で削っていきます。こんな感じで結構削りました。でこうやって見ると分かるんですけど、まだ完全には平らになってませんね。ちょっとまだぐらつくんで、もう1枚積んでまた調整をしていきます。ちなみに今回の靴はピッチドヒールにはしません。ピッチドヒール、ピッチドっていうのは斜めになったみたいな、そういう意味です。かかとのこの下にかけてこう斜めにこう傾斜してるような、そういうヒールの方がかなりエレガントっていうか、華奢な印象になってドレッシーな感じが高まるんですけど、それはやらずにまっすぐストレートに落とすかかとにします。かかとの積み上げって本当ただ皮を積んでるだけっちゃだけなんですけど、実は綺麗に積み上げるのってかなり難しいんですよ。なんか前回のレイジーマンを作ってなんかやっと分かってきたような気がして、今回はそのレイジーマンで学んだことを
生かしてさらに精度の高いかかとを作ろうかなと思ってるんですけど、本当ただね皮を重ねて切って削ってっていうそれだけなんですけど、かなり奥が深いんですよ。でこれ今2枚目を貼った状態で形をきれいに落としたんですけど、そしたらちょっとこれを、ね、水で濡らして、このハンマーのこっちの尖ってる方、これでこう軽く叩いていきます。これ何の意味があるかというと、めちゃめちゃわずかなところなんですけど、例えばこの場所分かりますかね。分かんないか。微妙に段差というか隙間があるんですよ。これを叩くと皮の断面が少し押しつぶされて、この積み上げの皮同士の間が埋まるんですよね。こっちの丸い面で叩きます。そうするとこの皮の積み上げ同士のこの密着度がより高まるっていう、そういう作業ですね。今ねここ3枚積んであるんですけど、で残り2枚ぐらいな感じなんですよね。でこうやって見て平らになってるのか、ちゃんとこう設置するのか、積み上げのラインはしっかりきれいに出てるのか、このラインがしっかり出てるのかっていうところをちょっと見てます。アッパーと積み上げの境目のこの部分はね、片っぽだけにヤスリがついてるやつでこうやって削っていきます。とか、あまりにもちょっともうちょい削った方がいいなって時は、この面取り包丁をここに当てて、こんな感じで削っていきます。これで今3枚目を貼ったところです。でこの後は、トップピースゴム付きのやつをくっつけるんで、一旦ここできれいにしていきます。今この顎のライン、ここ顎っていうんですけど、この顎のラインは適当に積み上げてるんで、これ今から作っていきます。まずここに顎の線を描きます。ちなみにこれこの地面に対して垂直じゃなくてわずかに前に斜めになってます。でここを切っていきます。でここがね今ボールペンで描いたんですけど、これ顎のラインにします。なのでここでカットします。で左右が大きく形が変わらないように大きさ測って、まあ大丈夫かな。おおむね大丈夫そうですね。今かかとはこんな感じでヤスリまでかけた状態ですね。ここにガラスをかけていきます。ガラスをかけたらかなりねツヤっと綺麗になりましたね。次はこの積み上げを固定していきます。この積み上げを鉄の釘で固定していきます。これ最後の1枚トップリフトです。これは革とゴムをこう切ってくっつけただけなんですけど、こいつをくっつけます。すごいです、削りカスが。この真鍮の化粧釘、こいつでトップリフトを固定します。はい、ガラスまでかけてこれぐらいですね。もう何回やるんだっていう感じですけどね。で最後にサンドペーパーをかけていきます。
この顎もかけてきます。はい、紙やすりかけてこんな感じです。かなりツヤが出てきてます。最後、ほんとこれ最後です。このイチョウゴテを熱とかかけずにこのままねかけていきます。よし、いいでしょう。はい、こうなりました。積み上げできた。疲れた。やったこととしては単純ですね。この皮を積み上げただけですね。こんな感じです。でもかなり精度が良くて、目指してたものにかなり近いような気がしますね。これで手でやるところの面白いところなんですけど、面白いっていうかあえてやってるっちゃやってるんですけど、地面とこの垂直にこうなってるっちゃなってるんですけど、微妙に曲線なんですよね。かかとのこのヒールカップにへばりつくような形状になってます。これはかなりここのヒールカップに食らいつくようにギリギリを攻めてるんで、こういう風な形状になるっていうかしてるんですけど、微妙な表情というかニュアンスなんですけど、フルハンドメイドならではの表情というかディティールですね。しっかり光沢もいい感じに出てますね。はい、ということでかかとの積み上げが終わりました。あと残すはソールの仕上げだけですね。この作業は結構いつも動画にしないことが多いんですけど、なぜならかなり大変な作業での割に地味で、靴によってねほとんど変わらないので内容が飛ばすことが多いんですけど、たまにはね積み上げもこんな感じで動画撮影をしていこうと思います。じゃあ完成まであともうちょっと、ぜひね完成も見届けていただきたいですね。じゃあ次の動画でお会いしましょう。